あ、お願いします。こんばんは。どうぞ。よろしくお願いします。お願いします。お二人目のはい。日向です。日向君。日向です。おーす。ご無沙汰します。ご無沙汰しております。よろしくお願いします。ゆうこんばんは。ライジン来てる、ライジン。X で拝見する格闘技好きなんですよねってか。あ、ひゆですか。はい。なんか、興味は持ってますね。格闘技とかやらせようと思います。どうですか。やるかどうかは本人次第ですけど。なるって楽しみです。いや、それはちょっと楽しみですけどね。辛いですけど、で僕はいろいろ格闘技で幸せになれたんで。もう全部です。小木ファッションです。小木ちゃん。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。時は来たって感じですね。ファン、指揮者による投票を経て選ばれた元谷対新竜、扇久保対ガジャマトフ、決勝戦の行われる大晦日のスーパーアリーナ行きの切符は2枚です。冷徹なダゲスタンのバトルサイボーグアリベク・ガジャマトフ、首相撲から膝、首相撲からライジンフライ級トーナメント初戦でも曽谷貴樹を3ラウンド流血 TKO、 化け物級の破壊力を見せつけました。根性の戦いを繰り広げます。経験豊富なトーナメントマスターがフライ級絶対王者へと駆け上がります。僕の生き様というか全てを出し切るような、そういうような試合にしたいと思ってるんで、今日は年齢的にもこれが最後の挑戦になるかもしれない。今が一番強いと思うからあえて選んだ茨道。決勝ぐらいのつもりで戦おうと思ってます。果たして扇久保か、それともガジャマトフか。マジリさん、この戦いですね。ドキドキしますね。レディーファイト。さあどんな結末が待っているのか。2人が手を合わせました。まずはステップワーク、左に左へとステップしていきます扇久保。相手は打撃ジャブ当てたがってたんで、僕はできるだけ左手のまっすぐな位置にいないように常に左右に動いて。すごい。もう私こういう話聞くまでなんだろう、感覚的に動いてるものだと思ってて、意外にいろんなこと計算タイプなのですごいですよね。タックルから反応早いっていうのはもう予想してたんで、この左フックちょっとだけ聞きました。お、ロックしましたね。さあここでいけるか。後ろロックして足引っかかってロープを外してテイクダウン。強いこれ。僕って差しの選手なんで、はい、差しとハーフガードの選手なんで、下から立ってくるんじゃなくて下から肘を打ってきたんですよ。その時点であんまり寝技できないんだなって思いました。はい、力使ってるように見えて結構やっぱ組の体力がすごいあるんで、耐えてる方が結構きつい。なるほどね。残しましたガジャマトフ、立ち上がる。すごいガジャマトフ。フィジカルは強いな、体の使い方でめっちゃ見るんですよ。ガジャマトフが左足がものすごい強い選手だっていうのを研究して分かってたんで、すごい変な話、自分で言うのもあれですけど一番ぐらい緻密にやってると思います。ガジャマトフは完全に本当体の強さでしのいできてると思います。Ну, очень крепкий боец. 緻密にやってると思います。生活っていうか練習から何から、はい、プレッシャーをかけてきたガジャマトフ。第2ラウンドロープを背負ったのは扇久保。ワンツースリーの開始までやりました。ここでテイクダウンはできるかどうか。切りました。切られた時にもう読まれてると思ったんで、タックルの間を狭めようと思ってちょっと見えない角度から来るんだという印象だそうです。シングルレッグ、これも切る。4回切った。5回いけるか。5度
全然想定内なんじゃないかな。なるほど、じゃあその辺で折れたりはしないわけですね。粘り強い右の膝、これだ。ガジャやっぱパーあるっしょ。左を返していきました。ここら辺から僕の左のジャブとかも当たり出したんですよ。そしてシングルレッグ、粘り強くいきます。さあいける橋か。本選手がね言ってましたが、ここで投げていく。さあ倒した倒した。これがすごいから。これをさ3ラウンドやろうとしたら絶対疲れるよ。いや普通の人はできんよ。ラスト準備を。これやっぱり消耗してきてますね、ガジャマトフが。そしてマウントだ。ワンド。さあ強いの打てるか。上から鉄槌パンチが来る。さあパウンドアウトできるか。嫌がった、最後は嫌がったガジャマトフ。マウント取った感じ、これはフィニッシュできるなっていうのがあったんで、3はもう一回同じことやってフィニッシュまでつなげようって思いました。さあバックを取る。肩をこれ決まったらさあ初めての一本か。毎回勝つたびにつまんないとか今に見てろよっていう。狙っていくと話していた扇久保。これ決められるか。まさに自分の悪いとこでリスクを最小限に抑えるっていう、もう手がパンパンで。さあ最後は踏みつけた。顔面踏みつけ扇久保博正。第3ラウンドはありべくガジャマトフを圧倒して両の拳を天に突き上げました。判定に入った後も勝ちを確信して安心して見れました。扇久保博正です。決勝進出は扇久保博正38歳。必ず優勝します。そしてこれが僕の生き様です。これからも応援してください。ありがとうございました。Иншалла мы вернемся, еще не все. Иншалла я вернусь сильнее. Сразу же начну тренировки и буду готовиться к следующему бою. 最高。もうきついよ。あと1個マジでやりきる。塩濃度どれぐらいだった？たける。いやいやそんな。いやめっちゃ面白かった。本当に面白かったか。そういうあれで。ああ。やりきりました。はい、ありがとうございます。面白いと思えることは少ないですよね。だからそう大変なことをやっている、すごいことをやっている、きつそうだなっていうのはすっごいわかるんですけど。今のとこ切り抜かれる。面白いと思う。でもまあそう言ってもらってるおかげで今キャラ立ってきてるじゃないですか。私はいいんじゃないかな、一つの色として。猫かぶってます。何そうだよ。本当はフィニッシュするとボーナス出る。もらって帰ってきたことないからさ、あるって知らなかったし。そうか、それ味わってる。頑張らないといけないですよ。いやでも本当オールラウンダーで全部強いなと圧倒して勝ちたいですね。心はいつもディープにあり、元谷祐希。トーナメント1回戦では広谷を全局面で制し、ミスなく完封し、判定勝利を挙げてのこの準決勝です。ここをしっかり乗り越えて世代交代します。新竜誠25歳です。18歳の秋から10連勝。
5年間負けなし。その間にディープフライ級の王座を獲得しました。しかし扇久保ホセ・トーレスに敗れ勢いは失速しました。納得できた。後々その判定基準を知ってああなるほどみたいな。それ知ってたの？そこで学んだっす。正直判定の基準が全く分かんないです。アグレッシブネスもダメージもどっちも差がないって時は1分ごとに区切りをつけて1分15ラウンドに分けて A が10個取って B が5個だったら J ランシップは A だよねみたいな。15ラウンド何ラウンド取れるかってことですね。まあ、組もやっぱめちゃくちゃうまいんで、いきなり来た新竜。さあアタックでテイクダウンできると。最初からペース取りに行きたいなと思ったんですけど、あっちがバッて来たんでちょっと取られて、まあ、打撃で作っていこうかなってプランだったんですけど、まあ、組もいけるなと思って、さあバックに回って崩して、さあポジションこの後です。背中をつけられるかどうかですよね。ここからうまいですからね、元谷選手。うまい。1結構攻められてやっちゃペース悪いな。ペイント。プレッシャー強めてますね。今タックルと見せて左フックから今度蹴りしかし抱えて、さあ倒しきった。ヒロチン右取った。フロントは僕強いんで、けどやっぱりあっちもすごいうまいんで、変に動くとひっくり返されちゃったりするんですよ。でそれをポイントどっちに取るかって時に攻めてるように見られちゃうんです。感覚的にはまあまあ深く入ってたんで、まあ、取ってほしいなっていう、ニアフィニッシュというか。それ分かってるから元谷選手もなかなか動けないっていう。これタッチボールですね。しかしバックに回ろうという回った。さあこうなると新竜上に取れるか。取り切りそうです。新竜選手がグラウンドでやってくることはもう想定しててすぐ反応できたんで、嫌な体勢には一切入らなかったんで。新竜なんとか左足左の声か、いや元谷がバックに回る。左足を刺したか、4の字でロックした。新竜が殺した。入り直す入れ直すセットし直す。誠問題左手だからな。そう左手をしっかりしろ。首を狙ってきます。足は差し込む。右手。うわー、正対した。正対しました。気は強かった。バック脱げるのうまかったね。こういうのがいいですよね。こっちとその足を抱えていこうというところ、潰しました。切りました。横三角入ってますね。そうですね。やっぱ横三とかが意外とポイントになったとか。なかなかこれだと決まんないんですけど、身動きはできないんで、このまま殴ったりできますからね。ずれ始めた。抜けそうだ。立ち上がり際もう右抱えていますが、逆に投げ切ったが、ギロチン入ったが深く。大体フロントってやりすぎると消耗しちゃうんで、形だけ入れて力入れずに深くしてたんですよ。やっぱ休むとこ休まれてる感じしたし、試合展開の作り方がうまかったなって。青外れた。新旧ディープ王者対決、準決勝戦、決勝をかけた戦い、いよいよ最終ラウンド、残り時間が5秒。上が新竜、下が元谷。元谷、じゃあ元谷が赤、元谷、よって勝者、元谷。ディープ初代フライ級王者、元谷祐希、新竜誠を下しました。僕が優勝します。応援よろしくお願いします。足またか。ナイスブラウン。ナイスウィン、ナイスウィンだからくそ。今半分ぐらい出てないですけど、ナイスウィンだからネクストマン。ナイスストロング。どうぞアメリカ。Let's go! Come on! Thank you. Thank you. なんでだよ。なんでだよ。イランダのバック取られたのはちょっと4の字6まで行って、あれを裏に取られてください。ね。
ゲームプラン次第では違う展開になったかもしれないけど、それを持ってこれない僕の今の実力ですね。そこがやっぱ本当にこのトップ層の壁だと思います。まあでもめっちゃ追い込んだけど足りなかったんですね。川口さんありがとうございます。マジで強くなりたい。もうプライドとかなんもないです。ただ強くなりたい。前に知ってるのはバカなの。Good to have you. Please, can you be in touch? Yeah, good. 応援してもらえたら嬉しいです。こんなクソガキですけど。おっす、頑張りましょう。すごい。いや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 。何年か前は 2-1 で負けたんですけど、ここしっかり僕が成長して、しっかり超えたいなと思ってます。ほぼ同じ時代をずっと生きてきて、もうお互い30代後半ですけど、そこでもう一回どっちが強いか決めれるっていうのはなんかこう感慨深いものがあります。お互い長年、ライジンでベルトは取ってないんで、お互いそこを目指していきたいです。勝利への執念とプラス2人がやってきた意地というか、すごい試合になると思います。自分の今までやってきたのを全部出していきたいなと思います。山本アセン、戦い方が間違っていた。あの日から2ヶ月。地獄だったっすね。本当に自分が格闘家として生きていけるのみたいな確認できる試合なのかな。それが山本家の DNA が導き出したアンサー、伊藤有希。あの日から気持ちは立て直せました。それはリザーブマッチの相手が山本アーセンになったから。山本アーセンはこの男にとってライジンに来て初めて敗北を喫した敵。このリベンジへの思いがモチベーションに新たな火を灯してくれました。はい、さあ飛び込んできた。そして組んでいきました。飛び膝蹴りから入っていきました。まずアーセン選手のテイクダウン、今ちょっと阻止しましたね、伊藤選手は。そこですよね、一番は。タクラ抑え込まれずに立てるかですね。山本アーセン選手結構ジャブにストレート合わせるのがうまいんで、ハイキック、これが真骨頂ですよね。そうですね、テイクダウンです。ここで首は取られたくない。そしてパンチはおっとインバウンド。もうゆうきくんと相性ってもうああなるから、どうしても勝ちに行かないといけない試合だったんで、自分のフィールドに引きずり込もうっていう感じでしたね。寝技の選手に結構やられちゃってるんで、自分がやっぱ相性はあるかなと思います。パンチで結構相手の攻撃出さないと、しかし指をさして笑った山本アーセン食いついていきます。脇は守りましたね。さあそして海の勝負テイクダウン。ずっと倒そうとしてた自分がいたんで、まだ気持ちは折れてなかったです。そして膝を見せて左ストレート、そしてバックのカウンター。それがテストだったんですよ、自分の中で。あそこでちょっとでも諦めて打撃でまとめられてたら、もう格闘家山本アーセンはもうないなって思ってた試合だったんですよね。指導しているコーチなんですけれども、その秋元正トレーナーのもとでまた練習するようになったと。両腕が入りました。左キック。3ラウンドまでずっと自分を出し切った試合だったんで、悔いのないように出し切るっていうテーマはギリギリクリアできたのかなって思ってて。また固めていくノースサウスモーション。そこから
膝を狙っていきます。そして試合終了。判定に入ります。青山本。このリザーブマッチ制したのは3対0判定、山本アーセン、伊藤有希を破りました。もしアーセン選手がこの戦い方誰にでもできたら、フライ級グランプリも普通に優勝できるぐらいのことやってると思うんですよね。すごくね、伊藤選手相手にいい戦い方ができたと思いますね。うわ、もう全くいいとこねえよ。もう全く変わっとらんや。いやー、だって本当に。やっぱ地元名古屋で勝ちたかったんですけど、打撃できずにまた組の展開で支配されちゃったんで、変わったようで変わってなかったですね。そのアーセンができることを俺がもっとできるようにならなきゃいけないなとは思います。このチャンスをものにしてベルトをしっかり取りたいと思います。とにかく本当に出し切ることが今回の目標だったかなって。絶対これも勝つと思ったし、今回ははっって1ヶ月前結構気持ちも落ちてた中でよく作り上げて、ここまでしっかり勝ったなっていうふうに思ってます。安心した。もうこれでもうみんなと楽しめるね。まあ課題しかない試合でしたね。でもなんか一応リザーバーなのかわかんないですけど、まあ何があってもいいように用意してます。妹が毎回一晩かけて作ってくれるんですけど、いつも結果出さないで食うクッキーなんですけど、やっと今回結果は出したんで乾杯。クッキー、コーヒーと合うよそれ。男子が女々しくなったとかね言われるんだけど、まだまだいけんじゃん日本はっていうね、そういう気持ちになりますね。希望になりますね。絶対にライト級をもっと盛り上げるからね、いい試合のみんな見せたいね、面だからね。今の自分の力をしっかり出し切るような、そんな試合をして勝ちたいですね。はい、準備はしっかりできたから、あとは本当に自分も楽しみですね。格闘技界の異端児は堀江義則。ちょっと出ようかな、腹立つ。みんなありがとうございました。まあ男は破天荒ですよみんな。破天荒じゃない男っていないもんね。日本ライト級の豪傑が王者ホベルト・サトシ・ソウザの絶対政権を砕き時代を変えに行きます。ライジン史上最多5度目の防衛へ。大和魂や日本の武道みたいなところを敬愛なさっててですね、美しさとか美意識とかですね。ホベルト・サトシ・ソウザが名古屋のリング降り立ちました。堀江義則はこの絶対王者を相手にどういった戦いを見せるのか。フィニッシュ率 95% の王者は今日も決めるのか。この金色のベルトを最後に腰に巻いているのは一体どちらになるのか。誰も寄せつけない強さを誇っています。さあまずは第1ラウンドになりました。まず立ち上がりなんですが、放送席に座っている野村俊太選手、はい、距離感がすごく大事で、ケージを背負ったところに
どんだけ堀江選手が出入りで入っていくかが見ものだなと思いますね。そしておっと見た。おお、早い。合わせていきました。堀江選手が真ん中取ってますね。そうですね。プレッシャーをかける自分の試合作りをやろうとやってることは俺は間違ってなかった。相手に対してもプレッシャーがかかってると思うし。私してるからこのプレッシャーに来るからリングを上げて青コーナーから真ん中のすぐに歩いてるから彼真ん中に取りたいなと思ってもう思い切りに来るからこのタイミングでは絶対に投げにできるなと思ってですね。その辺を注意しながらも丁寧に戦えるかどうかですね。はい。組みついてきました。丁寧に戦えるかどうかですね。はい。組みついてきました。さあここから寝技に持ち込んでいこうというところ。絶対に組みつくバックだ。バックを取りました。そして首危ないです。不思議な感じだったのタックル来たっては来たタックル来とるみたいな。なんかしゃがんだけどタックルだったみたいな。いつもだったらあそこで立てたりするんですけどめちゃくちゃ後ろにつくのがうまいし速くてバックを取っています。だいぶ早い段階で、さあここから上に堀江の対応手を上げて喉にね頸動脈入んないようにしてるんですけどまだ時間ありますからね。そうですね。よくディフェンスにするのは手だけに上げてるから私の得意のは右から彼最初がこっちの手に上げるから右手に入らないだから最初がパンチ打って彼手変わってからそれからもう右に監督もう少しで外せそうかなの時に入ってきちゃった感じでした。はい。じゃあコントロールしてたのかな。はい。とにかく流れるように組みついてそして形を作ってきますよね。入ってる。バックチョークだ。全面に食い込んでいるバックチョークだ。大ピッチを迎えている。さあここから締め上げるバックチョーク。王者が宣言通りバックチョーク。難しいね本当に初めて感じたような感じだった。こんなに強いんですね。悔いはなく戦った結果これですね。このどんどん大きくなる幻想を僕が崩すんが楽しみですね。そうですね。はい。村の笑顔が好きだ。やり続けるしかねえんだ。はいはいはい。よし。MMA 大好きです。もう一丁いくぞ。はいはい。この人が私あまり試合やりたくない全然違うの人だけど優しいの人だからそれでも本当に良かったですね。頑張って楽しみ。ねまた絶対待ってます来人のデビュー戦から振り口の入る時と朝倉入る時はみんなこれがすごいなと思って将来が同じぐらいになりたいなと思ってるから今日が全員の会場私に同じぐらいに声に出てるからもちろんそれが嬉しいね。私長い日本に頑張って私よくが言うのは日本の MMA の強さがみんな世界に見せたいから私いつも相手選んでない。Satoshi Bargo ошол азыр алда титулunu защищать конечно мен каалайт элем балким ошо 71 кг салмакта
強いサトシ選手を倒したくて今ライジン出てるんで、僕はそのサトシ選手を上回るスピードだったりその距離感タイミングは僕の方が上回ってると思うんでチャンスあるかなと思ってます。もうノモルでも、シェーダーライブでも誰でも問題ないです。おめでとうサトシソウザ、5度目の防衛に成功しています。じゃあその機会またお願いします。遊んじゃうぞ。何怒ってんだよてめえ。ザコ。プロ的になっちゃうんじゃないですかね。リスペクトがないガキやなと思ってて。飲みすぎた花はおられるんで、その役目が自分やと思ってますね。もし萩原選手負けたらザコよりザコになっちゃうんで。遊んじゃうぞ。光る煙タッチのボールコンビナディズニーシーに東京は満月の夜見えるエブリティンこれはオセロゲーム白黒のバトルバンレンジャーのセンスは好きにさどんでん返しもないしドラマってほどけもないしきっとハッターやったら学校からやってくるしんどいしレースセンスのネイバー強さの戦略戦の連動これめちゃ愛のフォー見つましたこの夜がパトロン消せない入れ罪のよう脳に残らしこのコン数を受け入れるコードのズレズレ神戸はご飯もめちゃめちゃ美味しいですし、街並みも綺麗なので神戸まで足を運んで応援の方お願いいたします。